こんにちは。今日は京都の龍安寺に来ました。日本庭園好きの自称庭女子の私が素人なりにここのお庭の鑑賞ポイントをお話しさせていただきます。龍安寺は京都市右京区にある禅宗寺院です。ここには自然豊かな地泉回遊式庭園とイギリスのエリザベス女王2世が拝観されたことで世界的に有名になった石庭があります。その他、魅力がいっぱいの龍安寺を今日は僭越ながら私にご紹介させてください。まず、門まで続く敷石です。切石を真ん中に3列配し、両脇に色の異なる自然石を配した。とてもおしゃれなデザインになっています。敷石は、どこの庭園でも一味違うデザインにしているところが多く、敷石だけに特化した専門書も出ていることから、庭園の鑑賞ポイントの一つとして、とてもおすすめです。このアプローチは、覗き込むようにしだれた木々が、敷石に影を差し、お庭までの道のりを、ドラマチックに演出しています。そして、最初にくぐるこの山門は、江戸時代に建てられた、切妻造りの屋根の厄居門です。切妻造りとは、本を広げて乗せたような形の屋根のことで、厄居門とは、4本の柱で屋根を支え、脇に木戸をつけた門のことです。室町時代から取り入れられた、武家の正式な門の様式で、櫓門の次に格式が高いとされています。門をくぐると、木々のアーチが美しいアプローチです。左横には、京葉内という大きな池が広がります。龍安寺は、もともと平安時代末期、徳大寺家の別荘でした。当時は、この池に貴族が船を浮かべ、音楽を奏でたりなどして遊んでいたそうです。江戸時代には、おしどりがたくさん集まるので、おしどり池として有名になりました。今は、アヒルやカモが優雅に泳ぐ姿が見られる池となっています。さらに行くと、山椒橋があり、その先に、龍安寺発祥の龍安寺垣があります。龍安寺垣は、割った竹をひし形に編んで作られ、カーブや長い距離の参道によく用いられる、表から見ても裏から見ても美しく見える竹垣です。石庭までまだ少しありますので、お寺の歴史を簡単にお話しします。先にお話しした通り、平安時代は徳大寺実吉の別荘でした。室町時代には、銀閣寺を建てたことで有名な足利義政を補佐する管領職をしていた。細川勝元が、この場所に龍安寺を創建しますが、応仁の乱で焼失してしまいます。江戸時代になり、勝元の子の正元によって再興されるも、また火事で焼失してしまいます。その後、妙心寺の達中であった清源院の北条を移築したりなどして、また再興されますが、今度は明治の廃仏毀釈によって衰退し始めます。そんな折、昭和後期、イギリスのエリザベス女王が、ご自身の希望で拝観されます。石庭を見た女王は、感想を求められ、わからないと答えたことが、メディアで世界に発信され、世界中に龍安寺の名が知れ渡ることとなりました。そのおかげで、国内でも保護活動が起こり、さらに、平成には、世界遺産に登録されるに至りました。入り口が見えてきました。入り口までのこの階段も、おしゃれな石畳に、龍安寺垣が添えてあり、木々の緑も光って、とてもドラマチックに感じられます。
では、お待ちかねの石庭です。この石庭は、北条の南側に作られ、油土塀で囲まれた75坪の敷地に白砂が敷かれ、15個の石が点々と配されています。石は、左から5つ、2つ、3つ、2つ、3つのグループでまとめられており、奥行き感と実質的な排水を目的に、左奥へ傾いた形で作られています。作庭者、作庭時代、作庭とはまだ解明されておらず、ミステリアスな平庭式枯山水となっています。左から2番目の石のグループには、小太郎と彦次郎という名前の刻印があり、この2人が作庭に関与しただろうと考えられています。現在の解釈では、七五三説、虎の子渡し説、龍説など多様に議論されていますが、私が解釈として一番気に入っているのは、不完全を意味しているという説です。この石庭は15個の石があるものの、どこから見ても14個しか見えないように工夫されています。月が15日間で満月となることから、15は完全を表す数字なので、不完全を意味するように、どこから見ても14個の石しか見えないように作られているのではないでしょうか。不完全なものを美しいとめでる、日本人ならではの感覚と言えます。石庭を取り囲む塀は、菜種油を混ぜて練った土でできており、ひなびた趣が、石庭の美しさをさらに際立たせています。塀の屋根は、元は瓦だったそうですが、昭和後期にこけら葺きに変更されました。木の薄い板を何層にも重ねて作った屋根となっています。石庭の横には、勅使門、つまり、天皇の使者のための門があります。この門は、ガラハフ作りのこけら葺きで、屋根の部分が反転曲線を持った山形になっています。エリザベス女王は、こちらの門から入り、石庭をご覧になったそうです。そして、見忘れてはいけないのが、こちらのつくばいです。茶室の増録庵の路地に置かれています。銅線の形になっており、龍安寺型長寿鉢と呼ばれます。水戸黄門として有名な徳川光圀によって寄進されたものです。表面には中央の水穴の四角をうまく使い、我、ただたることを知ると書かれています。その意味は、満足を知りなさいという仏教の教えで、たることを知る人は心穏やかになり、知らない人は心が乱れるとされています。したがって、先ほどの石庭が14個の石しか見えないのは、それで満足しなさいという禅の境外別伝、不流文字なのではないでしょうか。禅は文字や言葉では伝えられず、心から心へ伝えるものとされています。この長寿鉢は、石庭の解釈に沿って作られたものではないでしょうか。ちなみに、こちらの長寿鉢はレプリカで、本物は非公開となっています。茶室増録庵も非公開ですが、その名前は、仏教の六根清浄から付けられています。煩悩や私欲から遠ざかり、清らかで汚れのない境地を意味します。最後は、京葉内に沿って出口まで歩きます。本当は、北条の西側に苔が美しい庭や、池の周囲にも心癒される風景の通りなどがあるのですが、長い動画になってしまったため、今回は割愛させていただきました。今日は、龍安寺をご紹介しました。日頃、煩悩にまみれ、現状に満足できずにあがいてばかりの私も、ここにいる間だけは、清らかな心となり、お庭をめでることができたように思います。特に私は、
京葉地の周りの散歩道が好きなので、いつも、ゆっくりゆっくり本を味わうように歩きます。木々の間から、現れては消え、消えては現れる今日の池は、蓮の花で着飾り、雲を映し出して、まるで、私の心を洗ってくれるかのようです。この動画を見てくださった皆さんの心も同様に浄化され、心穏やかな一週間がまた過ごせますように、願っています。今日もご視聴ありがとうございました。ぜひぜひ、チャンネル登録といいねボタンもお願いします。それでは、また次回。